古の絵皿たちを見ると胸がワクワクして、なんかこうイメージしてたのと違う、よそりやすい、失礼しました。こう余白がこう残ってる部分がこのみたいなおすすめです。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。本日のお題は、絵皿の美味しい盛り付け方。例えばですね、この絵皿、染付という青い絵皿なんですが、とっても綺麗な絵皿ですね。中央に沖縄というおじいちゃんの絵が描いてあるんですが、せっかくいい絵皿を買ってきて、ここに料理をよそりたい。実際にやってみるとこんな感じ。なんかこうイメージしてたのと違うんですよっていう風なお話をいただきました。で、私昨年ですね、楽しいご縁を頂戴しまして NHK の方に出させていただいたんですが、その時のディレクターさんにも日本の絵皿にこの綺麗によそれる盛り付けのコツってないですかねっていう風に言われてたんですが、今回はそのお話です。この動画のお題目です。器は買う前に測りましょう。7対3で OK という話。アクセントを入れましょう。そして生す皿おすすめなんですよ。こちらもご紹介します。私が絵皿に興味を持ち出して料理にも使い出したのがおよそ20年、もうちょっと前かな。そのぐらいの頃なんですが、やっぱりこの綺麗なこの古の絵皿たちを見ると胸がワクワクして、っていう気持ちになったのを今も覚えております。で、今趣味の方で絵皿に料理をよそってみたいという方も多分同じ気持ちになってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですよ。で、こういった方に対してですね、料理をなりわいとしてやってらして、絵皿を探してらっしゃるっていう方はですね、もう作りたい料理っていうのがちゃんと決まってまして、で、そこのボリュームっていうのがちゃんと具体的に決まってるんですよ。コツとしましては、まずね、お皿を選ぶときに、きちんとね、お皿を測ってから、買った方がいいわけなんですが、実際に、骨董屋さんや骨董市で、お皿の上に物差しなんて当てるとカチカチ音がね、割れちゃったりとか心配されますから、例えば自分の手ですとか、体の一部ね、そこの、大きさを測って物差しにして置いとくと、器屋さんに行った時に大変役立ちます。私なんかはですね、いっぱいに広げた親指の先から小指の先まで20センチなんですよ。なのでこれが割と役に立ったりしています。今回の動画でお話しできるポイント2つ用意してみたのでいかがでしょうかね。まずは7対3というのをちょっと考えてみてください。私が作ってます当店のお料理の写真がございますので、それを中心にちょっとお話進めてみましょうかね。メインのお料理が乗る部分、それからお皿の余白っていうのの関係をですね、3対7とか7対3とか、これ銀座姿の福ポン酢、当店のテイクアウト、通販商品ですが、これを珍味皿によそってみました。珍味皿、ちょっと変わった形をしていって器の形を楽しむという、織部みたいな楽しみ方する器なんですが、その中央に3という風な感じ。周りの両サイド7ぐらいの余白を取って、そうするとほら、出っ張ってるところが翼のように出てて、ちょっと面白いでしょ？で、こちらはですね、お皿の真ん中に、メインが7という形で、で、お皿の周りに広がる、景色を余白という風に見切ってよそった場合、お野菜とフグ皮の煮こごりという、不思議な
フグの味をさせないように作ったというちょっと冒険的なお料理なんですが、本当美味しいお料理ですが、お料理の説明はともかくとしまして、メインが7になるとこんな感じ。では続きまして、空の器を使ってイメージしてみましょうか。こんな器をご用意いたしました。周りにですね、金彩が施されてて、桜に馬の絵が描いてある、とっても楽しい器なんですが、ここによそる7対3。器だけ見てると非常に緊張しますんでね、料理人、我々は例えばこんな風に見ちゃいます。随分遊んでるように見えますけれども、料理人が遊ばないとですね、料理も楽しく見えないんですね。なので、料理人はわざと遊んでいると申しますか。まあ、真剣ですよ。ただ、このようにしてよそってます。で、よそりやすい器というのが実はございまして、これは、だいたい30センチぐらいの器なんですけれども、ここ。ちょうど7対3に、引き分けやすいようにですね、白地が入ってたり、丸い線でこう囲んであったりしてくれてる器。こういった器は大変、すいません。こういった器は大変よそりやすいんですね。なので、まずこういった器で慣れていただけるとありがたいんじゃないかなと思います。で、これに対してですね、よそりやすい器があればよそりにくい器もあるということで、この器なんかはですね、本当に中央に目印にできそうなものっていうのが何にも書いてないんですよね。なので大変よそりにくい。まあそこでもよそるんですけどもね、よそりました。で、これが銀座姿のフグ刺しの2人前盛りです。で、すいません、よそってて気がついてしまったんですが、私の作っている銀座姿のフグ刺しの盛り込みというのはですね、ひょっとしてメインが3として思ってないかなという気もしてきましたが、まあ、ちょっと苦しいんですが、フグ刺しはいかに透明かっていうのを見せたくてこのようになった結果ですので、努力と申しますか、苦労のほどをお分かりいただければ大変ありがたいです。では、2つ目のポイントですね。アクセントを入れましょう。これは、皆さんやってらっしゃることだと思いますので、やってみると、これかって思うと思います。とりあえずですね、メインを7という形でいろいろアクセントを入れていきましょう。ぜひね、楽しいことを思い浮かべながらしてください。はい、一番最初に出てきた絵皿ですね。染付の綺麗な絵皿。こちらにアクセントを入れます。メインは7ですから中央に入りますね。この3の部分にね、7の部分からちょこっと後ろだったり手前だったりにはみ出すようになります。メインは唐揚げの画像を持ってきてみました。メインの唐揚げの画像でですね、真ん中の大きなが隠れちゃうんですが、この大きなにはごちそうさまの時にお会いできますので、ごちそうさまで会いましょうとしてメインを乗せてあげましょう。ポイントはですね、まずはメインの右手前にその7対3の7の部分、メインの7をちょっとはみ出すようにして、置いてあげる。画像はですね、オクラの画像と細長いトマトの画像ありましたんでちょっと置いてみました。右手前のアクセントで、気をつけることといえば、メインのお料理を、隠さない程度に、細長いものって結構便利ですね。そしてメインの色とは違う色でしてあげると引き立ちます。私もどなたから伺ったか忘れてしまったようなお話なんですが、一番取りやすい右手前にアクセントを置くというのは実は和食だけなんだそうですね。
さて、右手前が終わりましたら、今度左側、敷物なんて言いますね。左奥が大概は自然に置かれる場所です。で、下に敷くものというのはですね、この画像のようにですね、ほうれん草を置いた、大概レタスだったり、キャベツの千切りだったりするわけですけど、天ぷらの時は紙が置いてありますし、焼き物だったらアルミホイルが下に敷いてあったりします。結構、下に敷くものっていうアクセントっていうのは、自由に選んでいいんではないかと思います。ただ、絵皿を目立たせたいわけですから、なるべく小さめに見える、大きいものでも見える部分をわざとメインで隠してあげて、ちらっと見えてるようなのが粋に見えるんじゃないかなと思います。では、両方いっちゃいましょう。はい。出来上がりました。やっぱり7対3で、余白が残ってる部分が、見たいな、後ろ何あるんだろうな。そんな風に思ってもらえる。これが美味しそうだなと思える気持ちに、なったりするんですよ。このお料理は、銀座姿のフグ唐揚げをご用意いたしました。写真は銀座姿のフグ皮の山かけです。上に乗せる山かけの山芋にですね、自然薯を使いました。なかなかね、違った、想像と違う味で、あれなんだろうって皆さん思いながら、このお料理もパーッと一瞬でなくなってしまうようなお料理なんですが、お題に戻りましょうね。失礼しました。このお題で使ってる、この山かけで使っている、このお皿ですね。さっきの七三っていう風な話に戻ると、これ、7対3あんまり考えてないんですよね。で、こういうこの7対3です、8対10です、何でもいいんですが、割合を考えずによそっても結構美味しそうに見えるお皿というので、ちょっと注目してください。このお皿、時代的には1850年、1820、30年ぐらいですかね。その頃の小伊万里の金彩を施したナマス皿という。で、このナマス皿なんです。このナマス皿というお皿、銀座姿ではね、なくてはならない、お皿でして、大きさ的には、だいたい15センチぐらい。ちょっと大きめ小さめもあるんですけども、だいたい江戸期から明治期まで出てる、そのオンリーワンサイズで出てるんですね。で、形も、この周りがエクボ作ったり、いろいろあるんですけども、大体同じような大きさの一緒の器の、スープボールというのかな、ちょっと変わった形の器です。で、お値段はややリーズナブル。で、このナマスっていうのは何かというと、あれです。おせちによく出てくる、酢の物ですね。お野菜をお酢につけてギュッと締めたやつ。これをナマス皿というので、酢の物皿。これをですね、例えばおかずを、小さなおかずね、おひたしとかよそってあげたり、それからお取り分け皿になんか使っていただけると、大変、活躍するんではないかと思うんですよ。よそり方のコツはですね、周りですね、内側の周りが、すごく綺麗なので、綺麗な絵をできるだけ、隠さずに、で、あまり気にしない。で、よそってみて、周りがチラチラっと見えた感じが非常に似合うという、そういうお皿ですね。よそってみたのは、当店のフグチリです。ナマス皿、なかなかいいんじゃないかなと思うのでおすすめです。